て、今日もお気に入りのギアでゲーミング車中泊をして休日を満喫しようっと。今日は最近始めたヒロアカのゲームをやるって決めてたんだよね。それじゃあゲームを起動してっと。ちょっと待って、ストリーミング必要な容量 5.36GB。 こんなの外でダウンロードしたら通信量が軽く見積もっても300万はかかっちゃう。これじゃあゲームができない。どうしよう。皆さんこんにちは、ちいこなと申します。普段は車中泊をする様子を動画にしていることが多いのですが、今回は視聴者の方から質問があった私がゲーミング車中泊で使っているギアについての紹介をしていきたいと思います。そもそもゲーミング車中泊って聞き慣れないと思うんですが、実は私が勝手に言い出した造語です。言葉の通り車中泊中に車の中でゲームをすることなのですが、始めたきっかけとしては、私はゲームと車中泊が大好きで、時間も人目も気にせず楽しめる車中泊中にゲームができたら楽しいだろうなと思い、3年くらい前に初めて挑戦したのがきっかけです。それがすっごく楽しくって、自分だけの秘密基地の中でゲームに没頭できるのにハマって、これまでゲーミング車中泊の動画をいくつか投稿してきました。そんな私がより良いゲーミング車中泊をするためにこだわって厳選したゲーミングギアを紹介しますので、皆さんのゲーミング車中泊ライフの参考になれば嬉しいです。そして今回は動画の最後に重要なお知らせもありますので、最後までぜひ楽しんでいってみてください。それでは早速行ってみましょう。まず紹介するのはゲーミングパソコンです。ゲームといってもスマホでできるゲームからゲーム機用のゲーム、パソコンゲームなどいろいろあると思いますが、私はパソコンのゲームをメインで遊ぶので、ゲーミングパソコンを車に持ち込んでいます。どんなデバイスでもゲーミング車中泊はできるので安心してください。こちらのパソコンですが、ASUS のログゼフィロス G14 というパソコンで、型番としては GA401QM という2021年に購入したものです。スペックは CPU が AMD 製の Ryzen 9 5900HS です。2024年時点の他の CPU との性能比較でいうとちょうど真ん中くらいなので、いわゆるミドルスペックのパソコンと言えると思います。ミドルスペックのパソコンだと負荷が大きい 3D ゲームもできちゃいます。例えば FPS の Apex や私の好きな Dead by Daylight、テクスチャーが多く処理能力が要求される街づくりゲームのシティーズスカイライン、そしてなんといっても私のメインゲームストリートファイター6も遊べちゃいます。ただゲームによってはグラフィック設定をローに調整する必要がありますが、それでもゲーム自体は問題なく遊べます。今ローという聞き捨てならない言葉が出てきたのですが、私の飼い猫もローと言います。せっかくなのでローのスペックも紹介していきます。メモリ 1MB、 好きな餌だけ覚えている。ストレージ大容量の 3TB 分の胃袋。グラフィックスは 120K 画質で毛の一本一本も滑らかでモフモフに描写。 OS 最新の Windows Near 搭載。 CPU 驚きのジュール3本分。ただこのローは現在生産中止となっている希少品ですので、私の動画でのみお楽しみいただければと思います。3年前のパソコンなので市場にはもう出回っていないのですが、同シリーズの最新モデルはさらに進化した性能になっていて、遊べるゲームも増えているので、気になった方はぜひチェックしてみてください。次に紹介するのはキーボードです。こちらのキーボードはユンジー X75 Pro というものです。 Windows と Mac に両方対応していて、無線でもつなげちゃいます。さらにカイルのジェリーフィッシュ軸なので、打鍵音と打鍵感ともに心地よくて快適にゲームをすることができます。このキーボードの推しポイントはなんといってもこのライティング機能です。カラフルに何パターンも光り、まさにゲーミングギアって感じなのが最高です。夜のチルタイムにお酒を飲みながらこの光を見ていると、あまりの綺麗さに気づけば朝になっていったり、昼になっていたり、夜になっていることもよくあります。
ノートパソコンの場合はキーボードがついているのでなくても問題ないのですが、モニターでゲームをすることもあるので持って行っています。次に先ほど見せたモニターです。これは LG のウルトラワイドモニターといって、なんといってもこの横幅の大きさからくる大迫力の画面サイズが魅力です。この広さならデッドバイデイライトに出てくる映画リングの貞子も安心して出入りできそうです。次にコントローラーです。これも先ほどのキーボード同様クリアタイプになっているのが心躍りますね。そしてこれも光ります。もともとは Nintendo Switch 用ですが、私は USB 接続で Windows パソコンで使っています。コントローラーはアクションゲームの操作をするのに向いています。来年の2月下旬に発売する新作のモンスターハンターもこのコントローラーで遊ぼうと今から企んでいます。次にプロジェクターの紹介です。私が使っているのはアンカーのネビュラカプセル3レーザーです。プロジェクターというと大型のものを想像してしまいますが、このネビュラ3は 500ml のアルミ缶ほどのサイズでとってもコンパクトなのが特徴です。重さも 950g と 1kg を切る軽さなので持ち運びにも便利で、車中泊にも気軽に持っていくことができます。ここまで軽いと性能面が心配になりますが、最大120インチまで投影できて 2.1m あれば80インチの大きさで投影することができます。ちなみに私の軽自動車のハスラーでは40インチの大きさでゲームを楽しんでいます。置き方を工夫すればもっと大きく投影できるかもしれませんね。映像ももちろん綺麗ですし、ゲーマーが最も気になる入力遅延もゲームモードを使うことで 0.0225 秒程度の低遅延でゲームを楽しむことができます。そしてプロジェクターを使うにはスクリーンが必要になってくると思いますが、最悪白い布があれば投影することができます。ただ私はより綺麗に映像を楽しみたいのでスクリーンを持って行っています。私が使っているのは三話ダイレクトから出ているアスペクト比16対9の40インチのモバイルスクリーンです。自立式で軽自動車のハスラーの荷室の横幅にシンデレラフィットする上に持ち運びの際は収納もできるので、こちらも先ほどのネビュラ3と合わせて購入したいギアですね。最後に最も重要と言っても過言ではない、いや華厳の滝ではないゲーミングデバイスに電源を供給するためのポータブルバッテリーも忘れてはいけません。このポータブルバッテリーの容量によってゲームができるタイムリミットが左右されますので、なるべく大容量のものが望ましいですね。ただゲーミング車中泊は持っていくギアが増えて車内が狭くなる傾向があるので、なるべく場所を取らないコンパクトなサイズ感も大事になってきます。そこで私が使っているのは DJI のパワー1000やエコフローのデルタ2といった 1000W 以上の容量があり、かつコンパクトなサイズのものを使っています。私の場合は車中飯にも使ったりしていますが、それを含めても3時間はゲームで遊べているので、ゲーミング車中泊にはちょうどいいスペックだと思います。またスマホやスイッチであれば必要な電力量が違うので、500W くらいの少ない容量でも充電しながら十分に遊ぶことができると思います。ポータブル電源選びで迷っている方はぜひ参考にしてみてください。ゲーミング車中泊の動画でオンライン対戦のネット回線はどうしていますかという質問をよくいただきます。そこで突然ですがクイズです。チーコナはどうやってオンライン対戦をしているでしょうか。次の3つのうち正解はどれでしょう。1つ目、ポケット Wi-Fi を使用している。2つ目、宇宙と交信し電波を受信している。3つ目、スマホのテザリングを使用している。さあ、チーコナの動画を1日1回見ている方ならもうお分かりかと思いますが、そろそろ正解の方行ってみたいと思います。正解は3番のスマホのテザリングを使用しているです。ということでギアとは少し離れるかもしれないですが、結構多い質問だったので触れてみました。私もスマホのテザリングでできるとは思っていなかったのですが、スト6のネット対戦であれば意外と問題なくプレイができました。もちろん通信速度に関してはポケット Wi-Fi やモバイルルーターなどの方がいいかとは思いますので、ご自身のプレイされるゲームに合わせて選択してみてください。はい、というわけで
以上が私の使用しているゲーミングギアでした。基本的に Amazon で購入できるものが多いので、下の概要欄の方にリンクを載せておきます。興味が出た方はぜひ購入を検討してみてください。また、ゲーミング車中泊のイメージがまだつかないよという方は、この後のおすすめ動画の方に私が実際にゲーミング車中泊をしている動画を設定しておきますので、こちらの動画もぜひ参考にしてみてください。というわけで、次回も車中泊に関連する動画を投稿しますので、チャンネル登録をしてお待ちいただければと思います。また、この動画が好評でしたら、ゲーミング車中泊をますますアップデートしていきますので、グッドボタンもよろしくお願いいたします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。私が本気でトップを目指しているゲーム、ストリートファイター6の女性限定オンライン大会、ジスタゲカップに出場することになりました。大会の模様はできれば後日動画にして皆さんにも公開したいと思っていますので、ぜひ楽しみにしていてください。準備で勝ちたい。大会まであと2日ですが、練習頑張りますので応援よろしくお願いいたします。